私は言うな。今、義母から怒られているところだ。あなたのせいで恥をかいたのよ。わかってる？えっと、なんとか言いなさい。どうして茶会であんなことをしたの？義母から怒鳴られて、私は口をつぐむ。すると義母はさらに語気を強めた。今日の茶会は主人が用意したお菓子を出したのよ。これでうちの店の信用が落ちたらどうするの？そこまでは考えていなかった。けど、それならそれで構わない。私をいびり倒すような人の家業がどうなろうと、私の知ったことではない。とはいえ、何も答えなかったら、それはそれで怒られるに違いない。そこで私はこう言ってみた。理由を話したら許してくれますか？すると義母は再び私を怒鳴りつけたのだ。許すかどうかは話を聞いてからよ。さっさと話しなさい。わかりました。実はですね。茶会で義母に恥をかかせたことについて、私はため息混じりに話し始めた。私が生まれたのは地方の小さな町。近くに観光地があるくらいで、他には何もない。そんな町だった。当然都会に行ってみたいと思ったことはある。けど、のんびりとした町で育った私が、都会でやっていけるだろうか。いろいろと考えた結果、私は地元で生きる道を選んだ。と言っても、都会的なことに憧れがないわけじゃない。そこで目指したのが美容師だった。私は美人じゃないけれど、私の町にも都会に負けない美人はいる。その人たちをスタイリッシュにして、私の代わりに都会で活躍してもらいたい。そう考えて美容師になったのだ。ただ小さな町だからか、おしゃれで新しい美容院なんてない。結局私が就職したのは、地元に昔からある美容院だった。もちろん若い女性も来るけれど、主な客層は30代以上の主婦だ。それに成人式や卒業式の時期になると、着付けのお客さんも来る。思い描いていたこととは少し違っていたけれど、意外と忙しくて楽しく仕事ができていた。そんなある日のこと、地元で茶道講師をしているすずさんが来店した。70代という年齢を感じさせないすずさんは、私から見ても憧れの人。今日も素敵だなと思っていると、すずさんが一人の女性を私に紹介した。こちら、私の茶道教室の生徒さんなの。来週の茶会に着物を着たいそうだから。要するに、着付けを頼みたいということらしい。ちなみにすずさんの茶道教室に通う生徒さんが着付けの依頼に来るのは珍しくない。わかりました。来週のご予約ですね。私が尋ねると、女性が丁寧に頭を下げた。お願いしますね。その女性こそが、後に私の義母となる都だった。その時の茶会をきっかけに、義母は茶道に魅了されたそうだ。その後、義母は着付けのために何度も美容院を訪れるようになった。その度に私と話すようになり、やがて義母から、すずさんからも勧められたんだけど、うちの息子とお見合いしてみない？お見合いですか？そうよ。うちは老舗の和菓子屋だから、いずれはお上を継ぐ覚悟が必要になるけど。迷わないわけがない。結婚すれば美容師を辞めなければならないかもしれない。それくらいは考えていた。でも和菓子屋のお上になるのは予想外。とはいえ、一部は工場生産になっているそうだから、そこまで大変ではないとも思う。それに、その工場ではおばも働いているそうだから。そんなことを考えていると、義母が私に、とりあえずお見合いだけでもしてちょうだい。なかなかいい人がいなくて困ってるから。わかりました。会ってみないと何とも言えないですからね。迷った末に私はお見合いを承諾した。ただこれが大きな失敗だったのだ。お見合いに同席した私の両親は、相手が老舗和菓子屋の跡取りということで乗り行き、向こうは向こうで私を逃すまいと全力でぶつかってくる。結局、あれよあれよという間に話は進み、私はそのまま結婚することになったのだ。まあ、悪い人じゃないし、お金も仕事もある人だからいいか。こうして私は和菓子屋の跡取りの息子、健吾と結婚したのだ。夫の健吾は普段から無口で何を考えているのかがよくわからない感じ。ただ、家事に文句を言ってくることもないし、あれこれと小言を言ってくることもない。
私の好きにさせてくれたので、それはそれでよかったと思う。一方で、義母の方は問題だった。いずれはお上になるんだから、私の言うことには逆らわないこと。こんな風に頭ごなしに言ってくる。もちろん反論することは許されない。どんなに不条理なことでも素直に聞くしかないのだ。早朝から仕込みをする義父たちに配慮するのはまだ仕方がないと思う。でも、店の掃除はお上の仕事と言って、私にやらせるのはどうなのか？お上の仕事なら義母がするべきじゃないのか？そう反論すれば義母は、いずれはあなたがお上になるのよ。今から慣れていないでどうするの？と怒ってくる。また、義母は私の料理に難癖をつけるように、洋食や出来合いの惣菜を出してはいけません。毎日きちんと和食を作りなさい。どうしてですか？うちは和菓子屋なのよ。普段から和の心を大切にしないでどうするの？こんなことまで言ってくる。さらに和食を作っても料理の味が濃すぎるとか、出汁の取り方が悪いとか言ってくる。結局は義母の気分次第で私は文句を言われたり言われなかったりする。これじゃただの嫁いびりじゃない。私は店の掃除をしながら一人で愚痴った。すると背後から義母の声がした。嫁いびりじゃないわよ。お上の教育よ。はい、そうですね。それはともかく話があるのよ。通販を始めようと思うんだけど。義母の話はこうだった。うちの和菓子屋は多くの商品を工場で大量に生産をしている。日持ちする商品もあるし、通販を始めたいとのこと。そこで私に通販サイトを作り、通販できるように準備しろということだった。私はそういうことは。いずれはお上になるんだから、それくらいはやってみせなさいよ。義母にきっぱりと言われて、私はうなずくしかなかった。その後、学生時代の IT に詳しい友人を頼り、私は店の通販サイトをオープン。店の売り上げを伸ばすことに成功した。けど、この辺りから少し風向きが変わる。なんと、店頭販売をしていた昔ながらの生菓子を、義母が受注販売のみに変更してしまったのだ。しかも、売り上げの大部分を占めるお菓子は、工場で大量生産されているもの。だから、職人が作る生菓子の販売を減らしても、売り上げは大きく変わらない。それに、店にいた職人は、義父と夫の2人だけ。2人は経営者でもあるから、店の職人を解雇するという習文もないのだ。当然私は反対した。けれど、私の意見なんて聞いてくれない。夫に聞いてみたけれど、俺は和菓子職人になりたかったわけじゃないから。じゃあ、店の経営と工場の管理で食っていけるなら、その方が俺はいいよ。夫はそう言って笑っていた。無口だった夫がこんなことを考えているとは夢にも思わなかった。無口な職人気質の人だと思っていただけに、私は少しがっかりしたのだ。とはいえ、夫も義母も私の話を聞いてくれないから、私にできることはないに等しい。結局、私は義母の指示通りにするしかなかった。そして仕事がなくなれば人間は気が緩むもの。当然であるかのように、義父母は二人で遊び回るようになったのだ。二人でカラオケに行ったり、旅行をしたりする始末。家も店もほったらかしだから、私が家事も店の管理もするしかない。夫に言えば、夫は義父母をかばうように。今まで休めなかったんだから、少しくらいはいいだろ。だけど、少しの辛抱だって。そんな風に言う夫は、かろうじて職場にいるだけマシかもしれない。ただ、仕事をしているわけじゃない。店の奥にある事務所のソファーに横になって、スマホをいじったりゲームをしたりしているだけ。もちろん、店頭販売は私やパートさんがいるから問題なく回っている。工場の方も工場長が目を光らせているので、そちらも問題ない。つまり、義父母と夫がぐうたらな生活をしていても、お金だけは入ってくるという仕組み。私だけが汗水垂らしてただ働きしているようなもの。私はほとほと疲れていた。そんなある日のこと、義父の誕生日を祝うというので、私は久しぶりに店の仕事を休んだ。店にいるパートさんに断ってから、私は庭が見える茶の間へ向かう。テーブルの上には豪華なお寿司が並んでいた。すごく豪華ですね。
当たり前よ。主人の誕生日なんだから。そうで、言いかけて私はハッとした。テーブルの上には3膳のお箸があって、それ以外に3枚のお皿と3つのコップがある。どれもこれも3つしかない。3つしか用意されていないんですけど。ああ、そうなのよ。実はね、注文数を間違えちゃったのよ。はい？宅配のお寿司を注文したんだけど、間違えて3人前を頼んじゃったのよ。ケラケラと笑う義母。それから、もともと3人家族だったから、とか、そんな言い訳をしていた。でも、私と夫が結婚したのはもう随分と前のこと。今更間違えるとは思えない。わざと、ですか？そんなわけないでしょ。勘違いよ、勘違い。だから今日は悪いけど我慢してくれる？その瞬間、私は我慢の限界を迎えた。もう耐えられない。今までの鬱憤を晴らしてやる。そう思った私は、嫌です。という言葉が口をついて出ていた。すると義母は目を丸くして、なんて言ったの？嫌です。私もウニが食べたいです。何を言っているのよ。ないものはないの。贅沢を言わないで我慢しなさい。だったらもういいです。私はスマホを持って茶の間の横にある縁側に出た。そしてすぐにデリバリーサービスのアプリでウニやイクラなどのお寿司を注文したのだ。何をしているの？義母が背後から声をかけてくる。だから私は背を向けたままでこう答えた。我慢するのは嫌なので勝手にさせてもらいます。はあ？義母は眉間にシワを寄せていた。その後、義母と義父、夫がお寿司を食べ始める。私の前に置かれたのは醤油かけご飯。義母が、これでお寿司を食べた気分になって。と、わざわざ用意してくれたものだ。夫もニヤニヤと笑っていて、私はここには味方がいないと実感した。こんな家族は捨ててやる。義母と義父に仕返しをして、夫には離婚届を叩きつけてやるわ。そんなことを考えていると、玄関チャイムが鳴った。すみません、庭の方へ回ってください。そう言ってから縁側に向かう。これが仕返しの第一章よ。つぶやきながら縁側で待っていると、恐る恐る宅配の人が来た。お寿司の宅配ですけど。はい、私が頼みました。あ、どうも。それじゃあこれ。はい、確かに。ありがとうございました。宅配の人が帰ってゆく。その様子を見ていた義母が、あなた、お金は払わないの？払いませんよ。どうして？どうしてって、ただで食べるウニが一番美味しいからですよ。そう言いながら、私は届いたばかりのウニのお寿司を口に放り込んだ。とろけるような味わいのウニ。甘くてかなり美味しい。ただで食べるウニは美味しいですね。私がそう言ってやると、義父母も夫もポカーンとしていた。呆然とする3人の前でお寿司を食べた私は、使い捨ての容器をゴミ箱に捨てる。それじゃあ私はお店の手伝いに行きます。あとは3人で楽しんでくださいね。そう言い残して私は店の手伝いに行った。結局最後まで開いた口が塞がらなかった3人。私がタダでお寿司を食べたことに3人はかなり驚いたはずだ。と言っても当然だけどタダというのは少し違う。タダで食べたのは宅配サービスのクーポンの分だけ。それ以外は目の前で払わなかっただけで、ちゃんとアプリで決済している。よくよく考えればそれくらいは気づくはずだ。でもそんなことに気づかないくらい義母たちは驚いていた。それがおかしくて、私はそれからも笑いが止まらなかった。その数日後のこと、私は義母から茶会に誘われた。何でも茶道講師のすずさんが私まで招いてくれたとのこと。今日は茶会だから気軽な服装でいいわ。わかりました。言うまでもなく、私には茶道の心得はない。だけど、どういう服装で行けばいいのか、美容師だったからそれくらいは分かっている。そこで、適切な服装で茶会に向かったのだ。ただここで事件が起きる。いや、事件が起きるというよりも、私が意図的に起こしてしまう。なぜなら、私の義母への復讐は、まだ始まったばかりだったからだ。茶会に来ていたのは、すずさんの茶道教室の生徒さんたち。私が美容師をしていた時に着付けを担当したことがある人もいる。顔見知りもいたので、
私は少し安堵した。そうして茶会は進み、お菓子が出された時だった。義母がその場の人にこう言ったのだ。本日のおも菓子は主人が作りました。丁寧な仕事をしておりますので。どうやら茶会で出された和菓子は義父が作ったものらしい。そのことを義母は自慢するように語っていた。義母の話が終わったところで順にお菓子を取ってゆく。やがて私の前にもお菓子が回ってきた。そこで私はお菓子を取らずに、そのまま下座の人にお菓子を回したのだ。その瞬間、すずさんが私に声をかけた。ゆなさん、どうしてお菓子を取らないの？私もいただいていいのでしょうか？当たり前じゃない。でも、義母は私に我慢しろということがあって。どういうことかしら？すずさんの顔が曇った。そこで私は先日のお寿司の一件を話したのだ。自分の分だけお寿司がなかったこと、我慢しろと言われたことなどをぶちまける。さらに贅沢を言うなと怒られたというと、義母は真っ赤になってうつむいていた。すずさんはそんな義母を見て、みやこさん、それは本当なの？いえ、あなたに息子さんの結婚相手を相談されたとき、ゆうなさんを勧めたのは間違いだったようね。それは。もういいわ。今後あなたのお店との付き合いは控えます。そんな。と、こんなことがあって、茶会の帰り道に私は義母から怒られたのだ。だから私はそういう不満がずっとあったと義母に話したところ、それを聞いた義母はむっとして、それじゃあ私が悪いみたいじゃない。そう言ったつもりですけど。なんですって？もういいわ。とにかく帰ったら反省会をするわよ。ギロッと私を睨む義母。そういうのは。茶道教室のお茶菓子は大事な収入源なのよ。今後の茶事での発注がなくなったらどうするのよ。義母が深いため息をつく。その時だった。急に義母の口元が緩んだのだ。そして義母は私にこんなことを告げる。今日の反省会はお寿司にしましょう。この間食べられなかったのが原因みたいだから。ニヤニヤしている義母。これは何かを企んでいる顔で間違いない。そう感じた私はこんな風に切り返した。じゃあいいお酒を買って帰りますね。先に帰っていてください。私がそう言うと義母はにこやかにうなずいた。この間のこともある。だから義母なら私の想像通りのことをするはず。そうなったら。私は考えを巡らせながらとある場所へ向かう。そこであるものをもらい、お酒を買ってから義実家に足を向けた。少し時間はかかったけど、まあ頃合いだよね。そんな独り言を言いながら義実家のそばまで来た時だった。義実家の前に人だかりができていることに気づいた。よく見ると警察官もいて物々しい雰囲気。その中心にはやはり義母がいる。ああ、これはやったなと思いながら私は義母のところへ急いだ。人だかりの中では義母が何かを訴えていた。だから私は悪くないの。どうしたんですか、お母さん。私が声をかけると義母は私の方を振り返って、この子よ、この子が知り合いなの。知り合い？周りを見るが特別な知り合いはいない。もちろんご近所さんとは顔見知りだ。でもご近所さんは義母とも知り合い。私は義母が言っていることがわからず、首をかしげながら義母に近づいた。そして義母に尋ねる。お母さん、何の話をしているんですか？あんた、この人の知り合いでしょ？義母が腕を引っ張ったのは若い男性。同年代だけど見覚えはない。誰ですか？私が言うと義母はむっとして、何を言ってるのよ。この間この人におごってもらったでしょ？はい？ほら、お寿司の時の。義母は汗だくになりながら説明を始めた。つい先日、私が義母に意地悪をされてお寿司を食べられなかった日の話。後から私が頼んだお寿司屋さんの配達員がその若い男性とのこと。しかも私がお金を払わなかったので、義母はその人と私が知り合いと思ったらしい。それで私の名前を出せば義母はタダでお寿司を食べられると思ったそうだ。仮に代金を払えと言われても、私が払うと言えば何とかなると考えたという。それでこんなことを企てたということだった。いや、
知り合いじゃないですよ。私が否定すると、相手の男性もうなずく。嘘よ。そうじゃなかったら、ただでお寿司を食べられないでしょ？ただだったのは、クーポンの分だけです。それに、スマホで決済したので。スマホで決済？はい。宅配サービスのアプリを使っていて、アプリの中で決済もできるんですよ。じゃあ、注文しただけ？そうですね。ただにはならないの？なりませんね。いやー、あんたが払いなさい。騒ぎ始める義母。呆れた私はもらってきたばかりのあるものを出した。じゃあ、これにサインしてください。何よ、借用書？いえ、離婚届です。嫁いびりが辛いので離婚します。私の一言で周囲の顔色が変わった。ひそひそとご近所さんが話し始める。一方の義母は大慌て。違うのよ。嫁いびりとかそんなことは。否定するけれどもう遅い。なぜなら自分で白状していたからだ。そう、義母は私に責任転嫁しようとしてお寿司を注文しなかったことなどを自白。さらに嫁いびりをした仕返しをされたと自分から言っていたのだ。結局義父が数万円分のお寿司代を払うことでその場の騒ぎは何とか収まった。警察官からも注意されただけで済んだけれど、問題はその後だ。私はその場で離婚届にサインをもらったので、すぐに離婚して義実家を出て行った。それで嫁いびりで嫁に逃げられたことが噂になり、店の評判はガタ落ち。さらに茶会に来ていた茶道教室の生徒さんからも義母の醜聞が広まってしまったのだ。こうなるとあとは転落するだけ。その出来事からわずか半年で老舗の和菓子屋は倒産したのだった。しばらくしておばから経営者が変わったけど和菓子の工場は続くことになったよ。と連絡を受けた。ちなみに経営陣から転落した元義父母と元夫は新しい経営者のもと工場で働いているそうだ。おばは嫌味のように元職人だけあって腕はいいよ。と言っていた。まあ工場の仕事に職人の腕は関係ないと思うけど。一方の私は美容師に戻った。もう結婚はこりごりだと思っていたけれど、すずさんからこんなことを言われた。孫がゆうなちゃんと同い年だけど、どうかしら。あの子はちゃんとしているわよ。先生のお孫さんなら、もしかすると前向きになれるかもしれない。